県庁職員からの垂れ込みなんですけど、またパワハラ始まってるらしいんよ。もう誰の言うことも聞かへんようになってるらしいね。もう確実に狂ってんねん。ルイ・ボナパルトのブリュメールの18日でマルクスがアメリカに住んでるドイツ人にレポートを送ってるんだけど、これ大阪？これ兵庫？って話ばっかりですよ。誰一人として感情移入できないのよ。つまんないやつだらけだから。で、マルクスもそれに苛立ってんねん。なんで俺みたいな天才がこんなしょうもない人間のためにレポートを書かなければいけないんだ。でね、そのイラつきはね、多分賢の大阪の人が持ってる維新に対するイラつきと全く一緒だと思います。なので、ルイ・ボナパルトのブリュメールの18日に関しては、8月中に読書会を絶対実施します。横浜の山中市長のパワハラが第三者委員会によって立証されたんですよ。で、それを受けて山中市長が反省してるんです。で、これからは風通しのいい職場を作っていく言うてるんですよ。で、それを見て、斉藤元彦の支持者の皆さんが、兵庫県の斉藤元彦知事のパワハラを騒いでて、横浜の山中のパワハラを騒いでいないのは、ダブスタだっていう。要はその兵庫県の斉藤元彦知事のパワハラで騒ぐんであれば、横浜の山中市長のパワハラも騒がんかえということですよ。おっしゃる通りでしょうね。そりゃそうです。山中市長はそのパワハラを第三者委員会によってパワハラだと認定されて、記者会見して謝罪に追い込まれてるんです。ほんなやったら山中市長のことも批判せんなら、兵庫のパワハラを批判してた人は。これダブスタの指摘してるつもりでいいんねんけど、それダブスタちゃうの？ほなお前らがまず兵庫の元彦批判せんかい。まずそっからや。まずそっからや。お前ら言うにこと変えて、第三者委員会のパワハラ認定は、第三者委員会の得て勝手な定義によるパワハラだから、パワハラとは認めがたいって言うてたやんけ。元彦のこと。そんな言うてたやんけ。そんな言うてた連中が、今山中のことでパワハラや言うんやったら、元彦パワハラやんけ。お前らがダブスタやねん。何都合ないこと言うてんねん。山田のことで騒ぎたんやろ？ほな、まずお前元彦のことで騒がんかい。どっちが古いねん、どっちが新しいねん。で、しかもですよ、百条委員会という自治法に基づく法的根拠を持つ調査隊からも元彦はパワハラを指摘されてるわけですよ。第三者委員会、第三者により検証というものは、どんなに頑張っても法的根拠がないのは実際そうです。勝手に決めるもんですからね。でも百条委員会は法的根拠を持つんですよ。これ意味合いが全然違うんです。で、兵庫の場合は、法的根拠のない第三者委員会と、法的根拠のある百条委員会の双方がパワハラの存在を指摘してるわけ。で、横浜は、第三者委員会の調査で、パワハラが明るみになってるわけ。元彦老舗です。総卸元。もうね、そう、育ちが違う。そう、育ちが違うんですよ。もう、総卸元。元祖パワハラ屋さん。もう、あれですよ。もう、パワハラに円熟味が入ってきてるんですよ。伝統と格式。もう、伝統と格式ですよ。特許宮内庁御用達って感じです。もう、元彦師匠です。パワハラ亭元彦ぐらいのものです。で、さらに言うとですね、県庁職員からの垂れ込みなんですけど、まあ、これ両方、LINE のスクショなんですけど、両方ともどこに、まあちょっと言えないですけどね。またパワハラ始まってるらしいよ。もう誰の言うことも聞かへんようになってるらしいね。誰の言うことも聞かなくなってるらしいんですよ。ねえ、狂ってるねん。もう確実に狂ってんねん。これ見た？さっきからなんか女の子みたいな声がするんですよ。なんかやってんですかね。今の声。ほらやってないわ。やってない。私、生地がなく濃い。生地が。はい。この辺非常に生地が多くて、すごい鳥は。
キモいでしょ。これキモいっしょ。これ、もう、おかしいっしょ、もさっきからなんか女の子みたいな声がするんですよ。なんかやってるんですかね。今の声。ほら、言ってないか。やってない。これ久しぶりで。私、生地が鳴く声。生地が。はい。この辺非常に生地が多くて、すごい鳥は。いや、キジの鳴き声が女の子の鳴き声に聞こえたそうなんです。キジの鳴き声って知ってる？どう鳴くか。キジってこう鳴くのよ。今の、カンカンっていうのが、アンアンっていうのが、キジの鳴き声です。女の子の何の声や思とったんや。もしこんな声の女の子が野外にあったら、事件です。お前、ファンザの履歴見せろ、お前。ファンザの履歴の情報開示請求するぞ、お前。企画もんばっかり見てるやろ、お前。ありえへんでしょ。今のがキジの声ですよ。俺田舎やから、キジなんかもう、学校行く最中にキジなんか何遍も見ましたよ。キジごっついのよ。案外。子供から見たら怖いぐらい大きいの、キジって。もっぺん聞くキジの鳴き声。これが女の子の声に聞こえるいうのは、ちょっともうおかしいっしょ。そういうの好き？めっちゃキモいよね。青いカンカンが大好きな人ですか？たまにいらっしゃいますけど。特に50代男性で。あれは何なのかわかりませんが、それまでそうじゃなかったのにもかかわらず、50超えたら急に青いカンカンにお目覚めになる方とかたまにいらっしゃいますけどね。あれなんで青って青空やからですよ。青空、上から。青空教室とかと一緒です。青空出張教室とかと一緒です。青い山脈、雪割り桜。空の果て、今日も我らの。言うとるばかりか。4時ですよだに対抗して松竹が読売テレビで始めた4時5時台の帯番組か。それはざまあカンカンや。ですね、山田雅人と森脇健児。そんなんどうでもええんですよ。おかしいでしょ、もう。ケシュ5。みんなザマカンって言うてるけど、ザマカンで二人とも消えていった言うてるけど、山田雅人も森脇健児もまだ現役で頑張ってるんですよ。ほんまに消えたのはケシュ5の方ですよ。もうほんまに消えたからね。二人とも。だからね、漫才というのは古来、狂った人間と正常者。で、正常者と正常者。この両パターンしかなかったんですが、令和になって初めて、スリムクラブとドクター・ハインリッヒという狂人同士。あれ初めてできたんです。今までなかったんですか、あんなん。あったけど失敗してて全部歴史の闇に落ちていったんやと思いますけどね。あの二組がやろうとしてることはすごいです。で、あれですよ。例えば、サバンナはさ、ヤギも高橋も両方とも人間として狂ってるけど、ネタとしてはさ、狂人と常識人じゃん。問題はですね、これ分類不能なのはですね、勝見さゆりなんですよ。あれを漫才と呼ぶのかというところから、そもそもその議論があると思うんだけど、どう考えても、さゆりちゃんの方が狂ってるように見えるんですが、さゆりちゃんが狂っているところを観察すればするほど、勝見がもうクソ人間だということが浮き上がってくる恐ろしさね。人間として終わってる人だなっていうことが、こう滲み出てくる狂気を見た瞬間に、俺は面白くなるの。なんでお前勝見さゆりを評価すんのってよう言われんねんけど、俺あちこちで勝見さゆり褒めてんのよ。それは、さゆりちゃんがボヨヨンで借金を返してるとかではなくて、あれをね、演芸として成立させようとしてることがもう狂ってるのよ。だって、ダメな人なんだもん。
ボヨヨンが出落ちじゃないの。もう、あからさまに人間として社会に出てはいけない人なんですよ、勝美さんは。それはカウス師匠的に出たらはいけないとか、そういうことではないんですよ。もうなんかもう、カウス師匠が出てはいけないのはさ、児玉義雄とか笹川良一が出てはいけないみたいな話でしょ。そうじゃないのよ。勝美さんはなんか大久保清とかが、宮崎努が出てはいけないみたいな世界じゃん。ガチなやつ。この部類なんですよ。なんか女の子みたいな声がするんですよ。なんかやってるんですよ。今の声。これ言ってないか。やってない。これ久しぶりで。私、生地がなく濃い。生地が。はい。この辺非常に生地が多くて、すごい鳥が多い。これ関西人しかわからんと思うけども、日常的に勝見さゆりを見ている関西人しかわからない。めっちゃ勝見さんっぽいよね。全然おもろないし、何やっても滑ってるし。目つき一緒なのよ。もうこっちやばいんすよ。ほんで借金うまいのも、借金ばっかり増えていくのも、よう似てるな。いや、もう、勝見さんっぽいのよ。二馬力漫才ってなんやねん。漫才は大概二馬力や。そうものすごい、そうやろ二馬力漫才ってお前、漫才はもともと二人でやるもんやねん。もともと二馬力。選挙は一人でやるもんやから二馬力選挙言う。二馬力漫才って当たり前やろ、お前。だからあれが漫才やったとしたとすると、立花隆はボヨヨンやったんや。で、先日、それアーカイブ公開してなかったけど、先日うちの月末のサロンでね、有料会員の皆さんに対する、で、この兵庫県本の赤本と青本の著者陣と、家電車の編集、こっちや。家電車の編集と出てきてくれたわけです。で、面白かったでしょ、近藤さん。近藤さんめっちゃ面白いよね。俺ね、近藤さんは俺コンテンツとしてできると思うんですよ。天才ですよ。これの編集、近藤さんって言うんですよ。この本の編集ね。ある日、歩道橋に現れて、本書いてくださいって急に言い出した編集の人ね。もう、で、2時間なんですよ、サロンが。で、2時間で、近藤さん、俺はもう近藤さん面白いの気づいてたから、近藤さんが火ついたらめっちゃおもろいやろなと思って、まあ火つけようと思ってたんやけど、もういきなり出落ちですよ。この本、家電車史上最も売れてるらしいの、今のところ。まだ届かないって当たり前ですよ、8月10日やねんから。予約段階で家電車史上最も売れてるらしいの。で、同僚からめっちゃ売れてるやんって言われてて、最近同僚からこれのことを二馬力出版って言われてるんです。売れて、会社の中で二馬力出版って言われてるんですよ。もうその一言でええやろ、もう。もう俺も今日も今月よかった、もう近藤さん読んでよかったと思ったもん。もうその出落ちでもうええなと思って。で、俺、オリジナルを見つけられへんかったんで、ちょっと小森さんに言うといてほしいんやけど、ツイッターで流れてきた動画を見ていると、小森さんがこの青本の前書きを読んでるんですよ。朗読しはるんですね。で、小森さん芸達者やから、朗読しはるときに、この青本のね、石森さんとか、松本さんとか、赤澤の兄貴とか、尾形さんとか、千代さんの、ちょっとモノマネをしながら読まはるんですよ。で、俺の時も、私が菅野手虫ですって言うてますね、とか言って、俺のモノマネで読まはんねんけど、ちょっと小森さんに言うといてほしいんやけど、この青本のね、初めにを朗読してはるんです。まず最初に断っておこう。本書はいわゆる論考集ではない。っていうところを読み始めてくれるんですけど、これをね、彼はね、マッツやと思って読んでるんです。違いますから。俺。で、俺それを、ツイッターで見かけて、切り抜きの動画をツイッターで見かけて、それを根拠にコモさんに突っ込むの悪いなと思って、昨日ちょっとコモさんのチャンネル見に行ったけど、どれがどれか分からへんようになって思ったから、突っ込まれへん。コモさんチャンネル2つあんのかなあれ。で、それは、どっちが分からんかったんですよ。で言われへんかったら、見つけたら言うといて。
で、コモさんとこも2馬力チャンネルやねんな。で、マッツの文章は、あれです。銀色夏男っぽいんです。これ読んだらわかるけど、マッツの文章ね、ものすごい銀色夏男っぽい。例えば、俺の出だしね。マッツが銀色夏男っぽいっていうのはすごいわかるよ。俺の出だしね。同じように本の前書きを書いてるんですよ。はじめに。これ俺ね。まず最初、はじめに。まず最初に断っておこう。本誌はいわゆる論考集ではない。兵庫県政問題言論編、壊れゆく社会と題された本書の主題が、兵庫県政に関する諸問題であることには間違いがない。おそらくあなたが本書を手に取られた理由も、兵庫県政に関する諸問題について何らかの興味をお持ちだからだろう。っていうのはこれ俺の出だしですよ。この青本のページを向くって一番最初に出てくる俺の文章はこれです。マッツ、赤本の出だし。声のパネマジ野郎。はじめに、神戸の中心街、JR 元町駅から曲がりくねった坂を曲がる。兵庫の真ん中を束ねる山々の入り口に なるその坂は勾配が一定ではなく、頻繁に傾きが変わる神戸らしい坂だ。山へ至る坂の途中、三つの大きな建物がそそり立っている。リリカル。俺うまいな。今パッと開いた自分のとこでパッと読んでみたいな。びっくりした今。選挙においてニューメディアは主に個人発信が担い手であった。その個々人が斉藤元彦とコンタクトがあったとは思えない。しかし現役の為政者をそのまま為政者へたらしめようとする思考を持っていたという時点で、意図はどうであれ、そして背後関係はどうであれ、それはもはや為政者にとってのプロパガンダ装置であり、もっと直接に言えば広報でしかない。ほんまにうまい。びっくりするぐらいうまい。うまいなぁ。トクビルが当時のニューメディア、新聞に見出した機能は、今日我々がニューメディアとして褒めそやす、YouTube や TikTok などに代表される SNS が果たしている機能と全く同じである。YouTube や TikTok などの SNS が向こうからおのずと現れ、諸君を指示から引き離すことなく、日々手短に公共の事柄について語り、同じ瞬間に千の精神のうちに同じ一つの思想を落とし込んでいく。すると人々は直ちにその光へと向かい、長らく闇夜の中でお互いを探し求めていたさまよえる精神たちが、ついに出会い、そして結び合うという寸法だ。わかりました？向こうの方がダブスタイルのわかった？トクビルがそんな言うてんねんもん。いや、限界地方政治でも、家電車の青本でも、トクビル引っ張ってる理由って、すごい単純なんですよ。別にトクビルが好きだからではないんです。トクビルごときが200年前に言うてたことを今更なんでやってんねんっていう怒りがあるんですよ、根底に。これがね、ヘーゲルが言うてたとかね、あるいはハーバーマスが言うてたとかね、マルクスが言うてたっていうんやったらね、まあそれは社内かなと思うけど、たかだかトクビルごときが言ってたことを未だに履行できてないってどういうことなんやっていうことですよ。トクビルというのは、それこそナポレオン3世の政権の1個前の政権の時に外務大臣やってたんですよね。で、独立戦争の時にアメリカはイギリスと戦争するためにフランスと仲良くするんですよ。イギリスとフランスは仲悪いでしょ、ずっと。で、アメリカはイギリスから独立したいと思ってたわけでしょ。で、イギリスに対して独立戦争を仕掛けるために、アメリカの独立派の運動家たちはフランスと同盟関係を結ぶんですよ。で、その縁があって、独立した後、トクビルは、もともと外務大臣やったんだけど、トクビルはアメリカ旅行するわけ。で、アメリカという自分たちが助けてできた国が、どういう国かということを見て、おーってびっくりするわけ。こいつは何や、キモいみたいな感じで、アメリカのデモクラシーって本を書くんだけど、アメリカのデモクラシーで書いてるトクビルの言ってることって、基本的に考えて書いてるわけじゃないからね。自分たちがこうすれば失敗するんではないかと思ってたことをアメリカ人たち成功してるじゃないか。俺たちはこういう革命の前後でこういうことをやったら失敗すると思ってきたんだけど、アメリカでは成功してるな、あれみたいな。だからフランス革命の後の徹底した人権と徹底した直接民主主義みたいなことやってしまうと、かえって自由が束縛されるという歴史をフランスは経験してるわけ。
だから徹底した自由ってことを認めると、社会は息苦しくなってしまうはずだと。ロペスピエールみたいなやつが出てくるから、ロペスピエールみたいなやつが出てこないようにしなければいけないと思って一生懸命いろんなことやってんねんけど、あれアメリカにロペスピエールいねえぞみたいな。イギリス人からいじめられてて、アメリカ人が独立しようと思った。で、その時にアメリカは独立して、まだブルボン王朝が続いている時だけれども、イギリスと仲の悪いフランスと同盟して、側面からイギリスに嫌がらせしてくれって頼んで、アメリカとフランスの同盟関係のもと、アメリカ合衆国という国が独立した。で、独立した後、フランスで革命が起こった。アメリカ人にもできたことなんだから自分たちもできたはずだっていうことで、徹底的にいろんな社会の古いしきたりを崩壊させた。崩壊させて、人民が全員平等って社会を作った途端、ロペスピエールみたいな独裁者が現れてきて、理性の祭典みたいなことやってもうて、結局なんか知らんけど、息苦しい社会ができてしまったじゃないか。これはきっとアメリカもそうなってるに違いない。見に行ってやろう。あれおかしい。アメリカはそうなってないぞ。なんでだっていうのがアメリカのデモクラシーって本なんです。それは何が言いたいかというと、という現地リポートでしかないもので、いや、アメリカうまいこと言ってんの、これのせいやん。これがあるからアメリカうまいこと言ってんねやんって。アメリカがあかんとこがここやんって。アメリカうまいこと言ってんのはこれやんって言うて、それ200年前ですよ。で、そっから150年経った時に、沖縄に鉄の雨降らされて、広島と長崎に原爆落とされて、アメリカの憲法を真似て日本国憲法を作った我々が、あれから80年経って、トクビルが言うてることを学習してないのよ。それ落第生やん、もう。落第生でしょ。で、その落第生だということを、は多分読み取れる人は読み取れる。だから徳やんを、俺は徳やんごときの話を徳やんを引っ張り続けてんのは、徳やんでさえ言うてんねんから。いや、てか、わからんよ。理系の連中がね、賢い理系の連中がね、一回岡清にかぶれるでしょ。それと同じで、俺たち文系の人間っていうのは、プロリンとアメリカのデモクラシーとフェデラリストと市民政府理論は絶対ハマるんですよ。てか、何？徳田新之助さんの方が親しみがある。旗本の三男坊です。徳やん読んでないはずないと思うやんね。わかる？俺がなぜ、令和新選組、維新、日本保守党、参政党が嫌いか。俺が打って顔する政治家のパターン。読んでなさそう。俺の思う近代の統治というのはですよ。プロリンの言うてる通りに動くはずで、世の中というのは、うまいこと言ってたら。で、プロリンの言う通りになってないということは、アーティフィシャルな阻害要因がどっかにあるはず。だと。社会というのは、うまいこと言ってるという状態は、プロリンが、ウェバーが解説したプロリンの通りに動いてるのが近代というものであって、で、そこにマルクスおじさんが、そのまま言ってたら人間性が阻害されるよっていうとか、それはあかんよなって言いながら、手当てはしていくけども、その手当てがアーティフィシャルすぎて、変なことになるとプロリンからだいぶ逸脱してしまうと。で、逸脱したものを改革改善しなきゃいけないと。その時に、ルイ・ボナパルトのブリュメールの18日みたいなことしちゃダメだよね。で、徳ビルじいさんが言っていた、徳やんが言っていた、アメリカの成功パターンということのやり方でやらなきゃいけないよねというのが俺は近代の統治だと思ってるの。わかるイメージとしては。だとすると、なんやろな、プラモの作り方みたいなもんで、プロリンがプラモの説明書でね、で、その通りに組んでいったらええだけの話やねんけど、途中で隙間が空いてたらパテで埋めなあかんとかって、あるわけですよ。で、パテで埋めすぎたら、今度はおかしなるとかって、ほんならパテ削らなあかんとかってことやらなあかんというのが、多分、統治という行為やと思うの。だから、ちゃんとしたプラモ作ろうと思ったら説明書読まなあかん。で、パーツが揃ってることを確認せなあかん。それからタミヤのニッパーがなかったらあかん。ヤスリがなかったらあかん。エアブラシがなかったらあかんって言うて。で、エアブラシが、俺の中でのエアブラシが、徳ビル先生。で、説明書読んでないでしょ？それは良くないと思うよ。説明書読んでないのは。本当に良くないと思うよ。書いてあんねんもん。そうなるって。で、トクビルのフランスのデモクラシー、アメリカのデモクラシーは、面白くないんです。実を言うと。読み物として。
宇野先生がなんかトクビルのことを書いてて、宇野先生トクビル大好きっぽいけども、俺はアメリカのデモクラシーはすごくつまらない本だと思うの。だって観光客がびっくりしてるだけの本だから。わあ、日本に来た GHQ の将校が藤山芸者すき焼き天ぷら言うてんのとあんま変わらへんから。あんまおもろないんですよ。トクビルの書いた本の中でもあんまり面白くないんですけど、まあ重要ではあるんですけどね。でもね、やっぱりね、俺、ルイ・ボナパルトのブリュメールの18日に関しては、ちょっとあまりにも重要すぎるし、特に大阪と兵庫に住んでる人は、俺たちが10年間目撃してるのは、ルイ・ボナパルトのブリュメールの18日だということに気づくはずですので、大阪で行われてることは、ルイ・ボナパルトのブリュメールの18日のまんまです。ほんまにまんま。もう、ルイ・ボナパルトのブリュメールの18日でマルクスがアメリカに住んでるドイツ人にレポートを送ってるんだけど、これ大阪？これ兵庫？って話ばっかりですよ。でその象徴がね、いろんな登場人物が出てくるんですけど、ルイ・ボナパルトのブリュメールの18日。誰一人として感情移入できないのよ。つまんないやつだらけだから。で、マルクスもそれに苛立ってんねん。なんで俺みたいな天才がこんなしょうもない人間のためにレポートを書かなければいけないんだ。マルクスイラついてるでしょ？あそこで。明確にイラついてるんだ、マルクス。くだらないと。偉大な人間が一人もいないと。マルクスめっちゃイラついてんのよ。あの本で。しょうもない。ほんでね、あれ英語で読んだらね、ものすごいイラついてますから。もう怒ってんねん、もう。アホばっかりで。で、さらに、ルイ・ボナパルトのことを書こうと思うと、ナポレオン・ボナパルトについて知っとかなければいけないことがたくさんあるので、ナポレオン・ボナパルトのことをちゃんとマルクスは研究してて、ナポレオン・ボナパルト及びナポレオン・ボナパルトの周りにいた人々が、いかに人間として楽しくて素敵で偉大な人であるかということを知ってしまってるから、その老いのルイがくだらないやつの、くだらないということに対するイラつきってのは半端ないわけですよ。ナポレオンという偉大な叔父を持ちながら、その老いという名前で売り出してるお前はなんと小さく醜く愚かな人間なのかという怒りしかないのよ。でね、そのイラつきはね、多分賢の大阪の人が持ってる、大阪の賢い偏差値の高い大阪の人たちが持っている維新に対するイラつきと全く一緒だと思います。なので、お約束を前からしておりますが、ルイ・ボナパルトのブリュメールの18日に関しては、8月中に読書会を絶対実施します。なので、買っといてください。で、ルイ・ボナパルトのブリュメールの18日が手元にない人は、これ俺言うとくけど、ちくまと講談社からね、コーヒー一杯ずつぐらい怒ってもうてもええと思うよ。最近どの本屋行っても、ルイ・ボナパルトのブリュメール18日平積みされてんねん。多分俺の配信のせいやろ。だってこんなにルイ・ボナパルトのブリュメール18日を褒める人間なんて興味おらんねんから。だってさ、斎藤公平的なマルクスの流行り方をしてるんであれば、資本論かもしくは哲学、経済学、総合が売れるはずでしょ。でしょ？だって斎藤公平的なマルクスブームであれば、ルイ・ボナパルトのブリュメールの18日なんて絶対出てこないんだもん。絶対そうですよ。絶対そう。だって、ドイツイデオロギー、ドイツイデオロギーか、哲学、経済学総合でしょ。だから、岩波の城で入ってるやつね。で、岩波ね、ルイ・ボナパルトのブリュメールの18日昔あったんやけど、ずっと欠品中なんです。今も欠品中なんです。岩波ね、ビジネスチャンスを逃してます。そんなこと言うから神保町の岩波のビル売らなあかんようになってまうねんて。商売下手すぎるよ。あれ、岩波の、あそこ、映画館のあったビルなくなるんですよ。旧西軍の隣の神保町の交差点のとこ。ダメです。岩波のね、その義務というのがあるはずです。マルクスはね、もうね、今、あっちにあるから、昨日部屋片付けた時に本が向こうに行ったんで、ルイ・ボナパルトはこっちにないんですけど、近代で政治をやろうという人間が、この本と、ルイ・ボナパルトのブルメールの18日を読んでないのはね、ダメですよ。なぜならばみんなルイ・ボナパルトだから。
みんなルイ・ボナパルトになる余地があるんです。これはマルクスの手のひらなんですけど、マルクスの言うように資本主義が発展すると、僕たちは全てルイ・ボナパルトにならざるを得ないんです。後年マルクスがものにする資本論のロジックの通り資本主義がいってしまうと、マルクスおじいちゃんの言うてるように、みんなバラバラの個人になって、むき出しの個人になってしまうと、俺たちはジャガイモになるしかなくなるのよ。で、それはやばいことなんです。だから自分たちがジャガイモになってしまったことの、ジャガイモにならざるを得ないの。資本主義が発達していくと。マルクスの言うてる通りになってる。ジャガイモ一袋分のジャガイモが、おのずと一袋のジャガイモを作るようにっていうあれになってまうんですよ。じゃあマルクスおじいさんすごいんです。ということの文章でお別れしましょさっきからなんか女の子みたいな声がするんですよ。なんかやってんすよ。今の声。ほら言ってないわ。やってない。お久しぶりです。生地がなく濃い。生地が。はい。この辺非常に生地が多くて、すごいボリュームが多い。う。あらゆる階級のクズ、汚物、その残骸の中にこそ、自分が無条件に頼れる唯一の階級を見出す。これこそが本物のボナパルト。何の留保もつかないボナパルトである。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。